なんか黒板っていうのは不思議なツールというかのが今特にこの世の中ではかなり重要な感じしてますが、もう一つ私的なことを言うと、その川口先生は教育っていうことを言われるんだけど、僕はまだその教育っていうのが頭の中に入らないんですね。小学校以来学校の授業って本当に苦手だったもので、もうまだ教育って言われるとちょっと拒否感が出ちゃう。アレルギーがアレルギー、まあちょっとありますね。何か教え込まれるっていうかね。でそれを言った通りにまた反復すると褒められるっていう構造がどうにもダメなんですね。黒板のすごくいいのはね、キャンバスの場合は絶対消されないものを書かなきゃいけないでしょ。黒板は消されるんですね。その安心感とか、そうですね。今黒板の代わりに白いなんかフィルムに黒板代わりに書いて、消す瞬間にそれを残しておくんですね。なんかデータでっていうので割と使ってる会社もありますね。それだとちょっとダメですね。そうですね。やっぱり消される前提の方がいいですね。なるほど。でその黒板の教室の活用に関してはもうこれからだと本当は思ってるんですが、まだうまく使われてませんね。すごく味のあることを書く子どもと大人がいるんですが、あいあい傘で自分と彼女の名前を書くのと一緒に消されるんですよ。僕これが悔しくてしょうがないんだけど、なんとかいいのが10年20年残ってないだろうかと思いますけどね、黒板。それがちょっとあって、奥能登の時は、貨車の中を貨物列車ですね、の全部黒板にして、それでこの世の中に残したい言葉だけ書いてくださいっていうのをしたんだけど、やっぱりあやえがすもでもねちょっと味あるのはありますよ。それで残すほどいいっていうのになりますが、奥能登は4年前に作った貨車ですね。それが今年もあって、駅ですねをやっぱりすごく印象的だったっていう人は前回より増えてますね。そうですか。だからやっぱりその川口先生の作品って時間が経つほど割といい、よく分かる人が増えてくるっていう感じはあると思います。僕が一番大事にしているのは飽きないということなんです。どうやったら飽きない作品ができるか、それから全く突然作品が現れるわけですね。でその地域の人に愛されるにはどうしたらいいかって、で必ず訪ねてきた友達を連れて行きたくなる、そういう仕事をしないといけないと思ってるんですね。なるほど。僕生まれて初めて絵を買った時に、まだこれも個人的な話ですが、この作家っていい作家なのかっていうのをまずそれが面白いかどうかですね。その次に買うんだから、その作家って大丈夫なのかということを考えます。それで3つ目にやっぱり飽きないだろうかって考えますね。で一番最初に買ったのが永久のフォトデッサンでした。僕としてはすごいその当時としてはね、見る目がいやだから高額なんだけど、飽きないっていうことはものすごい重要な絵を描くとか作品を買う時のすごく大きな理由なんじゃないか。次はこの農具ですね。でこの農具の場所も先ほど出た能舞台でやっていただいたんですが、これは本当に誠に申し訳ないながら、やっぱりその建物っていうのは時代に対応しながら生き延びるっていう必要がちょっとあって、もう一つの方のキナーレって言ってたところがモネにもしたんですが、やっぱりその対応しないとダメだと。建築っていうのはものとしては持つんだけど、これでうまくいってない建築がものすごい多いんですね。やっぱりその対応できないっていうのがあって、それで黒板の教室は残させていただくんですが、農具の部屋はちょっと何とかしないといけないということでお願いしてっていうところからなんですが、2003年ですね頃から農具教育をやって、やっぱり大地の中で人が住んで、
やっぱり農作物っていうのは農耕っていうのはすごい重要で、それを育てるための人が作り出した道具、で農具ですよね。でそれを集めることをしたんですけど、今、ここにも集まってるんですけど、そのおばあさんおじいさんが使ってた非常に大事な農具を、亡くなったんで取ってありますって言って提供してくださったんですね。で僕がやっぱり一番驚いたのは、その使ってる人はもういないんですけど、背の高さとかそれが想像できるような工夫がされてるんですね。で農具を集めて、でその先ほどもちょっと触れましたけど、種子を植える農具に逆に農具に種子を埋めて、鉛の線で封印するっていうことをしたわけです。でこれを提供してもらった方にまず非常に僕はありがとうございます、感謝しております。だからこれを無駄にしないために、今回はこの農具を旧公民館に集めて、それで単に展示するだけじゃなくて、この農具ですけどこうやって実際に使ってる状態をストップモーションにしたいんです。だからフラムさんならフラムさんどれか持ってもらって、この状態をこうやってテンションかけて、でそれで全部やりたいと思います。だからもう一度人が介在するんですね。なるほど、そこまでは思いませんでした。僕は。やっぱり農具を単に作品のように展示するだけじゃなくて、もう一度今度は違う人が持ってこのポーズを固定したい。なるほどね。それで昨日こういうのをやって、これなんかこうやるっていう。そうするとここに20人とか人が来て、みんなそういうパフォーマンスをして記念写真も撮れるっていう。撮れます。それ面白いですね。ただその時は道具に絶対従わなきゃいけないんです。道具に従ってそうですね。今度は逆なんです。逆転するんです。だから勝手にこれ動かしたらダメなんですね。そうですね、壊れるかもしれない。道具の展示の状態に合わせてやってもらう。いや、それやらせてもらっていいとすると、来年ここはかなり面白いですね。そうですね。グループで来た時にみんなでそういうことをやりましょう。あと昨日やってもらったのは人に持ってもらってその状態を固定するっていう。なるほどね。それで全部埋めたい。いや、田舎行くと何かみんなで作業する時に本当に見事なぐらいみんな適切な道具を選び、自分のスキルを生かせるものを本当に指導者いなくてできるんですね。そうですね。そういうようなのは初めは驚いたことありますね。ありがとうございます。よくわかりました。また川口先生とはチャンスはあると思いますが、今回非常に僕個人のことも話して恐縮ですが、この上新田の公民館に川口先生の農機具が展示されるというふうなことを機会に先生の考え方っていうものを伺いましたが、あと何かおっしゃられるということはありますか。まず、先ほども言いましたけど、農具を提供してくださった人にありがとうございます、感謝しております。あとは展示した時に、地元の人に愛される、可愛がられる、そういう飽きない作品になればと思っています。よろしくお願いします。じゃあそんなところで面白いお話いただいてありがとうございます。取り留めのない話。いやでもなんか僕はすごく嬉しかったっていうか楽しかった。全然思わなかったことがいくつか分かって。そうですか。それはよかった。いやでもまたよろしくお願いします。